動画をご視聴の皆さん、こんにちは、ゆうです。今回は久しぶりの動画になるんですけども、凍結の情報についてですね、詳細にお話ししていこうと思います。はい。で、実際ね、左側の口座が今残高9573万6343円と、かなり多額のお金が入っています。で、右側は見ての通り100万円という感じになるんですけども、左側の口座が凍結していますよという状況で、実際ここまでね、多額のお金が入っていて出金できるのかどうかとか、凍結するときってどんな、ことが起きるのかとか、その情報をね、事細かくお話ししていこうと思います。一回凍結の情報をね、動画を撮影してるんですけども、その撮影した時って、まだそんなに情報をね、あんまり公開していなかったので、もっともっと詳しくお話しした動画っていうのを作りたいなっていうのもありましたので、あとお客さんからね、そういう凍結をもっと詳細に教えてくれっていうところがあったので、凍結したらどうなるのかっていうのを事細かくお話ししていこうと思います。まずね、キッズがうるさいんで、デモ講座じゃないかどうかっていうところをまず判断していきたいんですけども、URL の方を見ていただければ、デモって入ってないんですぐわかると思います。あとはここになんか変な情報ですよね。今日はどういう風な状況なのかってハイローが作ってる情報があると思うんですけども、デモ講座見た方が早いかな。こんな感じ。はい。なんかこういう変なやつ流れて、これ消せないんだよね、デモ講座だと。で、ここのロゴがデモっていう風に書いてて、ここがデモじゃないよと。はい。デモになってないよっていうところと、あとはマイページしかないんだけど、ちゃんと取引履歴っていうのも存在しているよというところで、デモじゃないっていうことは見てわかるかなと思います。はい。いちいちうるさいよね。デモって。どんだけデモ好きやって話なんだけど。で、まず制限がかかるとどのようなことが起きるのかっていうと、まず5000円ベッド以下になりますね。だから5001円はできなくなります。はい。はい。5001円、11円とかって、はい。入金された金額が購入可能金額を超えていますと。こういうふうに取引ができない状況になりますね。5001円以上ですね。は取引できないようになります。で、凍結した瞬間に必ずハイローからメールが来ます。で、どんなメールが来るのかっていうと、こういうメールが来るんですよ。はい。格別の後輩、なんとかゴロロロロロロラと来て、めんどくせえ。で、どういう風な理由があって、凍結したよと。で、これ今日撮影してるのが4月22日9時14分なんですけども、1週間ぐらい前に凍結して、ちょっと撮影するのめんどくせえと思って放置しちゃってたんですけど、このように4月15日23時にあなたの取引は違反ですよみたいな。弊社内部のリスク管理向上に努めております。お客様の取引口座は集団取引自動売買ソフトのご利用、レート操作、フロント、ランニング欄により、弊社の契約条件に、触れたよという感じになって、弊社の利用規約にある、7.3、7.4 に定められた項目に基づきというところが書いてあります。で、1取引につき5000円の上限を、定めるよというところで、メールが来ます。こういうふうに。で、めちゃめちゃです、これ正直。その集団取引もしてないし、自動売買ソフトも使ってないし、スキャルピング取引とかしてなくて、普通に取引しててこのようなメールが必ず来ます。3つのパターンがあるんですけど、そのパターンのうちの1つっていう感じですね、これは。で、このようなメールが来れば、間違いなく凍結と。で、これはね、いろんな情報があると思うんですよ、巷で。例えば、毎月100万円以下の、お金を稼いで出金をしなければ凍結しないんじゃないかとか、マーチンゲールをしなきゃ凍結をしないとか、そういった情報ってあると思うんですけど、全部嘘ですね。はい。マーチンゲールは基本的に絶対凍結します。これはもう絶対条件で、口座凍結するときの、理由として、まず向こう側にとって、業者にとって不利なことって絶対に嫌じゃないですか。凍結させる対象になりますよね。自分が業者だとしたら。例えば、一番最初に500万円入金しましたって、多額のお金を入金されましたってなったら、もうマーチンする可能性があるじゃないですか。例えば10万円で20万円で40万円でってマーチンができますよね。500万あると。なので一番最初にまず多額の入金した時点で凍結します。はい。で、次にマーチンゲールをすると、凍結します。これはもう結
構な頻度でマーチンゲールは凍結されますね。しかも完全凍結です。5000円制限とかじゃなくて、もう一切口座が動かない凍結ですね。完全凍結って僕らは呼んでるんですけども、その完全凍結になって取引ができない。なのでマーチンゲールやってる人っていうのは、出金できない可能性っていうのは出てくるんで気をつけてください。難品とかはいいと思うんですけども、マーチンゲールっていうのはあんまり良くないというか、凍結して出金できないみたいな事例も聞いてるので、やめた方がいいかなと。で、実際僕も以前にマーチンゲールで凍結するのかっていうのをやってみたんですけど、凍結されて、結論は出金できたんですけども、かなりいざこざがありましたね。どんな理由があってそれをやったのかとか、どういう取引をしてるのかとか、配慮にかなり詰められて、取引動画を撮影して、で、その動画を送って、納得してもらってから出金してもらったっていうのが過去にあります、経験として。で、結局出金されるまでにね、2ヶ月ぐらい時間がかかったっていう事例があるので、マーチンゲールをもうやんない方がいいなというふうに思いました。もともとやらないトレーダーなので、全然気にはしてなかったんですけども、そういう声がね、ブログからいっぱいあったので、マーチンした場合で凍結するんですかとか、じゃあやってみようと思ってやってみたら、案の定すぐ凍結してっていう感じでしたね。はい。で、さっきのメールの情報で言うと、その 7.3 と 7.4 っていうところで、どんな条件なのかっていうところを、見ていくとですね、ここですね、7.3。注文ですね。注文の概要のところにあるんですけども、当社は自己の裁量により、いかなる理由によっても、当社がブラックボックス取引、スキャルピング、またはその他の類似の取引手法と認定した場合を含みますが、それらに限りません。じゃあどんなんやねんっていう話なんだけどね。じゃあどんな取引だったら OK やねんっていう話なんだけど、もう書いてること結構めちゃくちゃですね、ここ。で、注文の拒絶制限、指示または注文指示を受けた後条件追加を行うことができると。で、当社はいつでも取引システムの中で本注文の航空または本注文の執行を妨げるフィルターを使用、追加及び変更することができます。要は滑りとかを実施してますよっていうようなもんですね、これは。はい。それらがあり、お客様への通知を禁じられる場合を除き、合理的に可能な限り速やかに拒絶または制限をお客様に通知いたします。ということで、さっきのメールが来るよということですね。で、7.4 に関してはもう、廃炉のその、資格を持ってる人ですね。が、あなたの口座を止めることができるみたいな感じです。で、お客様に、その許可を得ることなく執行することが可能だよと。要は凍結させることはこっちの権限で可能だぜっていうことを書いてますね。はい。なんと理不尽なんだっていう話なんですけどね。はい。ということで、そういうもとで結局この口座は凍結しましたというところです。で、今の情報で言うと、まず、多額の入金をした時点で凍結。マーチンゲールは凍結。で、あとは、追加で言うと、スキャルピングですね。今はあんまりないんですけども、深夜とか、朝方ですよね。とか、球場相場とか、今日はね、イースターの関係で、出来高があんまりないんで、こういうカクカクした相場なんですけど、こういう出来高がないところとか、廃炉と実際その MT4 の画面のチャートがずれてる時たまにあるじゃないですか。ユーザーにとって、好都合なずれ方ね。っていうのがあるんですけども、例えば OG ニュージーとかよく起こるんですよね。この深夜とかにすげえ200ピプスぐらいね、ずれる時あるんですよ。200ぐらい。そういう時で、例えば上でロー打って、バン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 ってなんで下でハイ打ってみたいな。っていうのをこうジグザグジグザグって打ってってっていうのをスキャルピングっていう風に廃炉は示してるみたいです。で、そういった取引をすると、凍結してしまうよっていう感じですね。はい、が昔あったそうです。で、僕もこれ一回経験したことがあるんですけどもね。はい、やったら凍結しました。良くないですね。そういう取引は絶対しちゃいけないよというところです。なので、普通にトレードして、何事もなく、トレードしてれば、異常な凍結っていうのはされないけども、でも結局、どんな、利益の上げ方をしても、最終的には廃炉の口座っていうのは凍結してしまうよっていうことですね。をちょっと伝えておきたいです。なんで、巷に例えば、100万円までに収めればいいよとか、100万円以内で出金すればいいよ、細かく出金すれば凍結しないよとか言うけども、そういった人たちは多分凍結の経験が一切ないから、そのようなことが言える。ということになりますね。またはですね、もう一つあります。マイナス口座という状況にあるということです。これはマイナス口座ってどういうことかというお話をしますと、マイナス口座っていうのはトータルで、この廃炉の口座ね、廃炉の口座トータルでマイナスってことです。
例えば、今自分が現時点で利益を上げているかもしれないけども、今2019年4月22日じゃないですか。2019年は利益を上げてるけども、2018年大幅マイナスと。例えば1000万のマイナス、2018年トータルで。で、2019年になって、この4ヶ月の間に、500万円の利益を上げたっていう場合は凍結しません。なぜなら、このトータルの口座の利益というのはマイナス500万円となります。なので、これが、例えば、2018年1000万マイナスで、2019年になって2000万利益を上げました。となった場合は、いわゆる口座自体の利益っていうのは1000万しか利益がないわけです。なので、一見2000万で凍結してないように見えるんですけども、結局、口座トータルとしては1000万で凍結したということになるんですね。このような状況をマイナス口座っていうふうに僕は定義をしているんですけども、いわゆるこのマイナス口座の場合は何をしてても基本凍結しません。スキャルピングしてても凍結しないし、マーチンゲールをしてても凍結はしません。ただ利益が上がり始めた、要は口座自体がプラスに転じたよという状況であると、凍結の対象になってしまうよということです。で、大体これがね、利益で言うと800万から1500万ぐらいの間で、凍結が、されます。はい。なので、この口座も9500万というお金が入ってますけども、結局これは口座で言うと2000万ぐらいの利益しかないんですね。はい。この口座がもともとすごく負けていて、結局、僕がトレードして利益を上げたから、すごく利益が上がってるようには見えるんですけども、前任者というか、前の人とか、僕がもしかしたら負けたかもしれませんね。はい。それは悟ってください。はい。っていう状況なんですけども、それで結局、口座トータルが1500万ぐらいの利益になってしまうと、どのみち凍結するっていうことです。なので、マイナスの間は、結局何してても凍結しないよと。で、どうやって見るかって言ったら、取引履歴から、その自分のね、PDF、エクスポートっていうのがあるんですけど、ちょっと待ってくださいね、検索する。これで、どんどん戻っていくしかないかな。いつでもいいですね。なんか、バグってるな。はい。わかんないですけど、前に戻れなくなってるので、ハイローのバグですかね。4月、1日から、4月22日。これはちょっと期間短いのであれなんですけど、遡ればいいですね。はい。遡っていただいて、例えば、自分が口座開設した日から遡っていただいて、で、今日まで、で、検索していただいて、PDF で出力してもらって、で、これを開くと。はい。で、その時の、口座利益、トータル利益っていうのがここにあると思うんですね。はい。ここにトータル利益っていうのが存在すると思うので、ここの利益がいわゆるマイナスであれば、それはマイナス口座っていう風になります。これちょっと電卓で計算してみましょうか。はい。で、引く。さっきの金額イコール。今月の利益が、いわゆるこの口座は、6920万飛んで7380円という利益が上がってます。はい。この口座はね。はい。という感じで、これが、その過去取引の中で、結局、全部集計したときに、こっちのペイアウトっていう方が低かった場合ですね。低かった場合は、この口座はマイナスということになるので、そこのマイナス分プラス、だいたい800万から1500万円ぐらいが、あなたの凍結の、目安ですよということを覚えておいてください。そうやってマイナス口座って見ていくことができるので、これがマイナスであれば、その分凍結しないよということですね。じゃあ、このマイナス口座は、じゃあどこまで無茶していいのかっていうところなんですけども、本当に何無茶しても大丈夫ですね。はい。自動売買回してても何もないし、マーチンゲールやってもいいし、スキャルピングやっても言われないですね。ただ一応事例として聞いたのは、僕は実際やってるわけじゃないんでわかんないんですけども、周りの方から聞いた情報によると、スキャルピングに関しては、凍結されたことがあるっていう話は聞きました。マイナス口座でも、理不尽に止められたことがあるっていうお話は聞きました。あとは、僕のところじゃない自動売買もマイナス口座でも凍結させられたっていう話も、一応、何件かは聞いてるという状況になります。なので、僕の情報が全て正しいっていうわけではなく、そういった違う事例もあるよということだけは、一応伝えておきます。で、僕はもうね、凍結したら一切もう、この口座で取引するっていうことがほとんどなくて、もう全部自動売買に、回しちゃってます。5000円しか稼げないのに、1回でね。で、自分の取引って1回500万するので、コツコツ5000円やっててもしょうがないんで、もう全部自動売買に回しちゃいます。で、こっから実際にじゃあ凍結した口座ってどういう風になるのかっていうところで、30秒とかでやりましょうか。
はい、5001円だと、取引ができないと。はい。できませんね。で、こっちはまあ5001円でも、これはまあ生きてる口座なんで普通に、はい。はい、成功と。で、こっちはできない。でも5000円だとこっちの口座はできます。これちょっとお金無駄しちゃうんですけどね。はい、5000円だとできます。でも2回目は打てません。はい。取引限度回数を超えています。はい。でも30秒終わったらこれまたできます。でもこっちはできます。はい。はい、何回でもいけますね。はい、このような感じで何回でも5000円でエントリーすると。でもこっちはできない。で、終わったらできます。終わったら。ちょっとお金無駄しすぎ。やばいやばい。はい、終わりましたね。で、できます。この判定が終われたら。激しくてちょっと約定されないですね。はい。という感じですね。だから違う判定だったらいけます。ちなみに。はい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 。って感じで。おー、勝った方。やったー！このような感じで、判定をずらすのと、通貨を変えるとできます。通貨ペアを変えると、このようにエントリーすることができます。はい。で、これは15分取引でも一緒ですね。15分取引でも、例えばこの判定では、これしか入れないですけども、違う判定だとこのように。はい。はい。はい。これは同じ通貨の出来前ですね。という感じですることができますよと。なので、別に凍結したからって言って、この口座がじゃあ完全に使えないのかって言ったらそういうわけじゃなくて、別に凍結しても5000円ベッドならずっと使える口座になるよっていうこと。まあ、これが凍結と凍結しない口座の違いですね。なので僕はもうこういう口座に関してはもう自動売買に全部任しちゃって、まあ、自分で取引しないで、まあ、こういう生きてる口座で取引をしてるっていうスタイルになってます。はい。ちょっとお金増えたね。ラッキー。はい。このようなギャンブルトレードはね、本当にやめてくださいね。もう30秒だってるやつとか本当にセンスないと思うもんね。心からセンスないと思う。もうただのギャンブル。カジノ行った方がよっぽどいいよね。結局まともにトレードしてても、廃炉が業者側からしたら、相対取引だから当然だけども凍結します。どんなにゆっくりその出勤したからとか、正しい取引をしたから凍結しないよとか、そういう情報はもう一切嘘で、結局のところ最終的には凍結するんだよと。じゃあ凍結した後って口座どうしてるんですかっていう話とかいっぱいいただくんですけども、もう知り合いからもう借りるしかないです。はい。借りるとか、まあ、知り合いと一緒に取引するとか、まあ、そういう手法しかなくなるので、まあ、それをね、やるかどうかっていうのはね、まあ、自由だし、例えば親から口座借りて、親と一緒に取引してとかだったら別にね、釈明取引でも何でもないわけですから、はい、自由にやってくださいって話ですよね。なんで別に僕はね、なんか口座不正入手してるとかなんとかって言われたりしてますけど、いや別に不正入手も何もしてなくて、で、同じ名義で作れません。例えばこの口座が凍結したら、まあ僕の名義だとして、僕の名義でじゃあまた作れるんですかなんて、質問もいただくんですけども、それもできません。はい。一度凍結した口座っていうのは、もう動かなくなってしまうので、永久的にその5000円ベッドで、エントリーすることになってしまうので、もうそれはもう受け止めるしかないのかなというところになります。で、じゃあ廃炉以外にまともな業者あるんですかっていうお話もいただくんですけども、廃炉がやっぱ一番僕は安心して取引ができます。なぜなら、こんだけ9500万とか入っていても、普通だったらこんな金額入ってたら出金拒否とかってあると思うんですけども、僕以前1億ぐらい入ってたことがあるんですけども、その時も普通に出金されました。まあこれは前編として、まあ後半ね、出金ちゃんとできるのか、出金した後もちゃんと取引できるのかっていうところも、ちょっと動画にして残していきたいなと思うので、まあとりあえずね、これが出金されるかどうかで、出金された後、まあ、出金履歴まで、全部見せて、動画の方をアップロードしていきたいと思います。ということで、まあ結局まともなトレードして、普通にやってても凍結はするよと。で、廃炉口座が一番僕はまともだと思ってるよというところの着地で、終わります。はい。で、結局ね、あともう一つ、結局ねっていうか、なんか結局ねって口々めっちゃ多いけど、すごく、言いたいのが、凍結云々の前に、まず凍結させる技術持ってから凍結のことを知れって話ね。はい。いちいち凍結したらどうなるんですかとか、口座どうすればいいですかとかよく言うけど、まずお金稼いでから言えやっていう話なんで、はい。凍結気にする前にね、まあ、出金は必ずされるわけだから、
そこは安心してくれればいいんじゃないかなと。不正取引してたりとか、マーチンゲールとか、まあそういうマーチンしたシグナルとか使ってたら当たり前だけは凍結する対象になるかもしれないけども、普通に取引してる方は、何も問題なくお金も下ろされるから大丈夫だよっていうことですね。まあこれはね、9500万出金した後にちゃんとね、証明していきたいなというふうに、思います。5000ベッドしかできないというふうになっても、まあ自動売買に任せるとか、5000円ベッドでちょくちょく取引していくとか、まあそういう手段っていうのはいくらでもあると思うんで、考えようかなと、思います。僕も結局5000円ベッドの口座がいっぱいあるので、毎月1000万から1500万ぐらいはね、黙ってても入ってきますからね、自動売買で。まあそれ考えたら全然凍結ってダメなのかっていうと別にそういうわけじゃないと割り切りなんでね。あと究極の資金管理ですね。絶対これ以上ベットできないんで。というところで、今回の凍結動画っていうのは、以上になります。ためになったよとか、面白かったよっていう方は、ぜひぜひグッドボタン、押してください。たまにインスタグラムのライブもやってるので、ぜひぜひ一緒に、トレードしたり楽しんだりしていただければ幸いです。ということで本日の動画は以上になります。バイバイ。